起こしてみます。さあ、重いのか軽いのか。せーの。やっちゃったよこれ。やっちゃったよ。反動つけてないですよ。反動つければ起きますからね。反動つけてないです。先っぽの部分は非常にね絞られてて、座面は割と広いんですけどちょっと硬いんだな。 GT T です。ケツの座りの悪い都会で酒を垂らせばショイーン。股下は同じ身長の人よりちょっと長めのマサチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。マサチャンネルのマサです。皆様お元気でお過ごしでしょうか。そしてマサチャンネルが避けている赤いバイクいやいや赤嫌いなわけじゃないんですけどね、めっちゃかっこいいんですけど、今マサチャンネルが一番乗りたいバイク、いやかっこいい、ヤマハトレーサー 9GT T です。いやね、なかなかタイミングが合わず、いつも借りてるレンタル屋さんにはもう近くにはなくて、で YSP 探しても全然なくて、しかもね前モデルはあるんですよ。これモデルチェンジ後の 888cc になってるモデルなんですけど、その前のモデルはなんとなくあるんですよね。けどね、このモデルチェンジ後の 888cc が乗りたかった。さらにマイナーチェンジしてアダプティブクルーズコントロールがついてるモデルがあるんですけども、それはさすがにレンタルがなくて、めっちゃ気になるけどね、これはついてないモデルです。ただアダプティブクルーズコントロールって、車で結構皆さんご存知だと思うので、ちょっと割愛しようかなという感じです。でですよ、これねみんな気になってる、アドベンチャー好きとしてはね絶対に一回気になってるバイクだと思うんですよ。例えばアフリカツインほど大きくもなく、最近の NT ほどでかくもなく、割とコンパクトです。かつハイパワーでスポーツマシンということで、実はね僕国産ミドルクラスネイキッドが欲しいって言って国産ミドルクラスネイキッドの旅に出たわけですよ。でいろんなの乗ったんです。で結局は CB650R にした経緯があるんですけども、もともとはですねヤマハとつながりを持ちたかった。一度も実はですねヤマハのバイクを所有したことがありません。でね XSR700 が乗りたかったんだなって乗ったんだけど、ごめん本当に良くなくて、 MT-07 は良かったんですけどね、けどなんか欲しいっていう感じがしなくて、で唯一無二の4気筒である CB650R にしたっていう経緯があります。でね、もしその時にトレーサー 7GT があったら、日本で売ってたら買ってたかもしれないっていうぐらい気になってたモデルなんです。ただなんで下げてしまったかというと、このエンジンがやりすぎでしょ。 900cc120 馬力ですよ。これはねこんなバイクいらねえよって思って
要するに MT-09 とか XSR900 とかも下げたんですよね。その下のモデルにしたんですけど、今日ね乗って全くイメージが変わりました。ということで概要欄にファーストタッチ総評燃費報告、それから高速道路、ワインディング道路、そしてこの足つき取り回しチェックと4本のですね動画構成となっております。見ていただけるとトレーサー 9GT のことが全てわかるんではないかなと思います。そしてマサチャンネルがうおイメージが違ったよっていうのもねわかると思います。なんかさ最近のっていうか、なんかこのトレーサー 9GT とか調べるとYouTube で調べるじゃないですか。そうじゃじゃ馬乗りづらいみたいなレビューが多いんですよね。どうだったんでしょうかそれよりですよ、足つきです。これもね皆さん気になってんじゃないですかね。つかないっていうレビューがめちゃめちゃ多いですよね。シード高は 820mm です。少し変えられるんですけど、確か820が多分一番下だと思います。そしてねこのシート形状、こうですね、もう三角ですね。こう縦長感ゼロです。こういうシートです。で先っぽの部分は非常にねこう絞られてて、座面は割と広いんですけどちょっと硬いんだな。これでお尻が痛くなったかどうかっていうのはねファーストタッチ総評燃費報告の方で200キロ以上走ると思うんで報告したいと思うんですけども、820mm 割と削れてるけど座面が広いってことを考えると、まあ容易に足つきは良くないかなというのが想像できますよね。っていうことでお待たせいたしました。全国2万人のマサチャンネルファンの皆様、お待たせいたしました。今回もやってみたいと思います。マサチャンネル本日のスペックを紹介いたします。身長164センチ、体重58キロ。日頃から節制してるんですよ。なので太らないようになっております。太りやすいんです、めちゃめちゃ。そしてですね、足つきに大きく影響すると言われております。ショイーン。また下はすいません、同じ身長の人よりちょっと長めの 76.5 センチとなっております。これですね、ショート動画にですね、マサチャンネルおっさんが本当に 76.5 センチなのかっていうね動画を上げてます。本当に 76.5 センチです。すいません。なので同じ身長の人より多少足がつきやすいかなというイメージで見てください。ただ160センチ中盤のね小さい男ですよ。なので女性の方もね非常に参考になるレビューになるではないかなと思います。それではまたがっていきたいと思います。ちょっとバイクの角度を見やすい方向に変えたいと思います。それではですね、早速またがっていきたいと思います。さあ噂は本当なのか、足つきがめちゃめちゃ悪いのか。割とねシートのタンデムシートからぐっと上がってるので、割とねこう一生懸命持ち上げないとね。はい、またがりました。そしてね毎回言いますけども、お尻の座りのいいところですね。こんな後ろでもない、こんな前でもない、座りの一番よろしい平均的なところですね。あー、やっぱシート硬いな。意外と硬いよ。痛くなるんじゃねえかなこれ。どうなんだろうね。この辺ねまたね総評を見ていただけると分かると思いますけども、今このまたいた状態、そしていいところですね。ケツの座りのいいところに座って、ケツの座りの悪いと書いて憤りの酒を垂らせばではなく、ケツの座りのいい場所に座っております。これねカンカン落としてるんだけど、なんか工事してるんだね。ちょっと我慢してね。そして今サイドスタンドで寝た状態で左足がどうなってるかっていうと、そうね、まあかかとからつこうと思えばつくし、かかとがつかないしみたいな難しいな。まあかかとでつこうと思えばつけます。ただ足がピンって伸びた状態ですね。
なので起こそうと思ったらこのまま起きないです。やっぱつま先というか母子球で踏んでちょっと膝を余らせとかないといけないんで、なので今ちょっとつま先、そしてステップのどっちかな、後ろに出てますね、足がね。じゃあこれで起こしてみます。さあ重いのか軽いのか、せーの。やっちゃったよこれやっちゃったよ。反動つけてないですよ。反動つければ起きますからね。反動つけてないです。これ前ね、アフリカツインの時にこの下りをやったら、いい加減っていうかね、大げさにやってんじゃねえよみたいなコメントが入ったことがあるんですよ。背が僕ぐらいの身長の人しかわからないと思います。意外とこの角度って倒れてるんですよ。でしかも足つきがそんな良くない、これでもかかとはつかないじゃないですか。この状態で起こそうと思ってもノー反動では起こすのは僕の脚力とか状態のこの力では無理です。ちょっと手を入れましょうか。ギリ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 です。ただ反動使ってね、こういうの反動使えば起きますよ。起きますけど、反動使わないでいこうと思ったら、ちょっともう一回やるの。ちょっとお尻を持ち上げるぐらいの感じじゃないと持ち上がらないです。ってことはどのくらい足がついてるかね気になると思うんですけど、ってことはなんですよ。踏み替えます。せーの、ショイン。シートはね割とグリッピングじゃないからそこそこ動くっていうかケツが動くので、そしてどうかな、右足、かかとはもちろん全然つかないです。でただね、指先ちょんちょんではない、ちゃんとなんていうんですか、母子球っていう土踏まずの先っぽの部分ですね。親指があってその後ろの一番こう踏ん張れる場所がついてます。なのでそこまで実はね怖くないんですよ。ただ僕が今乗ってるね VFR800X っていうバイクがですね815かぐらいだと思うんですけども、それに比べるとやっぱりこの5ミリの違いなんだけどちょっと高く感じます。シート形状なのかもしれないね。ちなみに一番シートの前に座るとちょっとはいいかな。そんな変わんないか。やっぱ母子球ですね。もうそんなに怖くないと思いますよ、こんだけつけば。そしてねやっぱり高重心なだけあって、こうやった感じもねちょっと怖い感じはあるよね。じゃあ両足ついてみましょう。両足はねつかなくてもいいと思うんですけど、ちょっとコンビニとかでねこうパタパタパタってしながら止めるみたいなことはやっぱやると思うんで、どうかな。これはねもうね正直母子球はつかないです。親指の腹の部分ですね。これを怖いって言うんでしょうね多分ね、ちょんちょんみたいなね。ただまあ粘れてる、このくらいは大丈夫ですよ。このくらいは大丈夫だから、まあそんなに不安はないかなと思うんですけど、安心っていう感じじゃないね。ただでもこう片足でこんだけね踏ん張れてるから、片足の足つきに関しては安心だと思いますね。出ました。安心の塊。いや安心の塊でもねえがやめとくか。安心鎌足さんはね今日はちょっと出ないでおきましょう。ではですねスタンドを払ってみるんですけども、これがねこのねよくヒゲの書員がいるじゃないですか。書員がねスタンドのこれ設置する部分の上についてんのよ。だから結構下なのよ。
結構下、届かなくはないですよ。届かなくはないですけど、一番下、ショインってなってるところのここについてんだな。だから意外と遠い。ただまあ払える。なんだ、引っかかったぞ。払えるって言えば払えます。そして出す時もね、ステップの後ろにショインが来るんだわ。で、これを踏んで出すと、要するにこう、サイドスタンドの一番先っぽをこう触ってることになるから、足つきと同じで結構遠いのよね。っていう感じですね。そんなに不安はないけど、足つきがいい車体ではないというところをですね、頭に置いといていただければいいと思います。さらに、高重心です。低重心ではないですから、ちょっとこう起こしたこの感じもね、こんだけ大丈夫だけど、さっきのサイドスタンドもそうですけど、ちょっと重いなという感じがしなくもないですね。ではせっかくですね、センタースタンドがついてますんで、センタースタンドかけてみるんですけど、これね、皆さん分かる人は分かると思うんですけど、僕体重58しかないんですよ。センタースタンドは体重です。これは体重が重い人じゃないと上がらないです。なので基本的にセンタースタンド僕苦手です。で、どこを触ればいいんだろうね。これここにねグラブバーありますけど、ここだと結構高いんだけど、ここしかないかな。ここしかないけど、その下どっか掴むとこないのかな。フレームどっかないのかな。ここかな。このパニアのステイがあるんですけど、ここが一番力が入りやすいかな。よし、どうだ、持ち上げられるか。せーのちょっと待って、フレームどこ行った。フレームここ。フレームを持ちました。ここのね、これ持ってます。いけるか。せーのあのね、これは厳しいぜ。これはちょっと、これ坂になってないからね。ちょっともう一回やってみようか。せーの。おお、出す時も重てえぞ。ちょっと坂になってんのかな。せーの。これ坂か。これ坂になってんのかな。あ、ちょっと坂になってるかもしれないね。こんなに重くないとは思います。普通の平面だったら。ただね、軽くはないよこれ。ちょっとこっち坂なんで、ちょっと反対向けてみたので、これでやってみます。ここ持つしかない。ここのフレーム持つしかないのよね。よし、せーの。あのねこれでこっち傾いてるからね。これでこの重さは相当手こずると思いますよ。ちょっと小柄で非力な方は相当手こずると思ってください。僕の VFR800X も相当重たいですけど、これはちょっと重たいかもしれない。サイドスタンドじゃなくてセンタースタンドはちょっと覚悟しておいてください。それではですね、せっかくセンタースタンドを立てたので、ライディングポジションチェックしたいと思います。はい、まだがっていました。そしてね、ケツの座りのいい場所に座っております。この状態でですね、ステップ1はやっぱやや前で非常に楽なポジションにあります。で、背筋が地面と垂直。この状態でスッと手を伸ばします。このまま下げます。で、当たる場所。指と手のこの境目。よく豆ができるところのちょっと上ですね。これはもちろんこっち座ったら変わりますし、こっち座ったら変わるんですよ。ただトレーサー 9GT 君がここに座ってねって言われたところに座ってます僕は。
この辺でしょうね。このねお豆さんができるところよりちょっと前ですね。ってことは握ったらこんだけ下がるわけで、ハンドル位置が非常に高いです。なのでこういう感じにはならないですね。なのでどっちかっていうと腕がこう伸びた状態から少し緩んだぐらいが一番いいポジションかなという感じがしますね。そうするとどうでしょう。ほぼほぼねそちらから見てる感じは直立だと思います。ただ真直立かというとほんのり前に倒れてるかなっていう、さっき言ったねこっからこの分ねこっからこの分前に倒れた感じはします。ただ肘をふっとこう緩めたとしても背骨の角度的にはきっと多分10度まで傾いてないでしょうね。5度ぐらいじゃないかなと思いますね。だからほぼほぼ直立のバイクかなと思います。ただこういう感じではないから前傾ほんのり前傾が入るかなというポジションだから、170真ん中ぐらいある方だったらほぼほぼ直立に感じるんではないでしょうかね。腕が長いからね。高速巡航時このねタンデムシートのところぐらいまでこう下がって座面の広いところで座った場合はもう少しねこう前傾が入ってきますね。ただこう見てね分かると思いますけど非常に楽なポジションだと思うし、こまあ何もねついてないここカバーじゃないんだね。もうニーグリップしてくださいと言わんばかりのこの締め付けやすいこのタンクすごいですねこれね。これでどこがね200キロぐらい走って痛くなるかっていうのもファーストタッチ総評燃費報告の方で報告差し上げます。そしてこのねポジションでスクリーンこれね今一番下に下がってる状態なんですけども全然視界に邪魔なところにはないです。これね簡単に上げられるんですけどこれ上げた状態でも視界のこのね目のちょうど境目に来たりとかもしてないですね。気になることはないかなと思います。それではですね皆さんが次に気になっていると思います取り回し。重量的には220キロなんでまあ軽くはないでしょうね。さっきのこう起こす時もそうだけど軽くはないと思います。重心も高いですし取り回し気になっている方多いんじゃないかなと思うので取り回してみます。それではまず押したり引いたりでちょっと向こうに向かってね登ってますのでねせーのよし。で重心が高いバイクなんでここですねシートにお尻をキュッとくっつけてまず押します。ちょっと登ってますけどなるほど軽かねえよ軽かねえけども登ってますよ。まあ動くっちゃ動くね。問題なく大丈夫ですね。大丈夫ですね。ちょっと登ってても動かせます。ではハンドルを左に切ってぐるっと回ってみましょう。よいしょ。これね意外とね俺ねハンドル切れ角全然ないですよって聞いてたんだけどこれどこの情報なのかね。意外と切れるよ。大丈夫だよこれ。待って登っててハンドル切ってます。そしてかなりハンドル広いですからこう遠いです。こっちが右手が遠い。タンクに胸っていうかお腹のみぞおちぐらいがついてる状態です。押しますよ。坂道でハンドル切ってると重いです。いやこれ思ったより重てえな。これ下りは楽勝。こっからまた登るこれはねハンドル切ったら上りはやばい重い。バックはどうなの。
バックはこっちは下りだから問題なくて、でね、もちろんこう離れて正対してこうやって下げますみたいなやり方も OK だと思いますけど、僕怖いんでお尻つけますね。こっから上りが始まるのか。もうちょっとか。この辺から上りを。これもやっぱり右手が遠いな。力が入りづらい。上り。ちょっと待って、これ。これ重てえわ。これちょっとこう傾斜があるともうこれダメだな。ただそんなに傾斜がなければね大丈夫じゃないかなと思うけど、ちょっと登ってるだけでこんだけきついので、ハンドル切っちゃうとちょっと取り回しに自信がない人は練習するなりちょっとやらせてもらったりとかした方がいいかもしれない。ちょっとこれを所有する時にもうちょっと見た、なんかレビューで見たんだけど、なんか実際買ったけど取り回しがきつくてやめましたみたいな、売っちゃいましたみたいな人もいましたけど、そこまでじゃないですよね。俺のVFR800X の方が重てえけどちょっと重いかなっていう感じはしますね。やっぱね220キロ、しょうがないでしょうね。こんなもんなんだと思いますよ。やっぱり220キロっていう数字はもう嘘じゃないから、なんとかなるけど頑張るしかない。はい、というわけでですね、トレーサー 9GT 足つき取り回しポジションチェックさせていただきました。もうね分かったと思います。重量なりです。220キロっていう重量なりです。僕が所有している VFR800X は250キロあります。なのでそれの方が重いですよ。もちろんこれはしょうがないです。重量なりのもんです。ただ重量なりといっても低重心のもの小重心のものでだいぶ変わると思うんですね。この子は車高も高ければこれだけ造形物が上に来てるバイクなんで重心が低いってことはないんですよね。なので取り回しが軽いっていうことはやっぱりちょっと厳しいかなと思いますね。そんな甘くないです。ただ思ったよりもハンドルも切れますし、意外と取り回せるんじゃないかなっていう感じはします。ただ僕の身長体重、50キロ台の体重ではなかなか厳しいこのセンタースタンド、それから坂道でちょっとこうハンドルを切って前に進もうと思ったら相当厳しい状況になるというのだけですね。これはどのバイクも同じです。なので頭の片隅に置いていただければよろしいかなというふうに思います。そして最初にもお伝えしましたけれども、トレーサー 9GT に関しましては4本動画構成となっております。こちら足つき取り回しポジションチェック、高速道路、ワインディング、そしてファーストタッチ総評燃費報告という4本の動画構成となっておりますので、概要欄からご覧いただけますとトレーサー 9GT についてはほぼほぼわかるんではないかなと思います。そしてですね、まだ見れない場合は公開日前ですので公開日を待ってご覧いただけるとありがたいかなと思います。マサチャンネルはこの動画だけではございません。たくさん皆様のためになる動画アップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられてよろしければじゃない、チャンネル登録をお願いします。わずかな広告収入がレンタルバイクの資金になっておりまして非常に助かっております。もっと広告収入をいただければですね、たくさん皆様の気になっているバイクに乗ることができます。ぜひチャンネル登録をお願いいたします。それではマサチャンネルこれにて失礼いたします。さようなら。